皆さんこんばんは、うのうと言います。この動画では、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編に登場するであろうモンスターや関わってくるであろうキャラクターについて予想したものを話していきます。ゾナウやガノンドロフ、シーカー族についても話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。くれぐれもゼルダゲーム全般のネタバレにはお気をつけください。行きましょう。モンスター編。まずは今作が位置していると思われる時の勇者敗北ルートに登場するモンスターでブレスオブザワイルド続編に登場しそうな奴らを挙げます。続編では地下に行動範囲が広がっていくんじゃないかという噂があるので、古くからいるモンスターがいてもおかしくないですよね。ライク初代からいるやつですね。仮にブレスオブザワイルド前編と同じように続編も武器や盾が壊れまくって特回引っかえしていくスタイルだとするなら、盾を食べてしまうライクはシステム的にとても相性がいいように思うので、そういう枠で出してくるんじゃないかなと思います。アイアンナック、リンクの冒険、時のオカリナなどに出てきました。時のオカリナでは印象深いイベントなので、半分ファンサービスのような感じで出してくるんじゃないでしょうか。バブル、いつものエレメント謝礼神戸です。初代からいます。ブレスオブザワイルド前編では飛行型の敵が少ないので、バランスや戦術の広がりなどを考慮して、高モンスター枠で出してくると思います。非常に厄介な敵で、僕は正直あまり好きではありません。ゴーリア、ブーメランを投げてくるモンスターです。ブーメランはトリッキーな動きをしますから、ある程度戦闘に慣れてきたプレイヤーの新たな壁としてちょうどいいモンスターなのかなと思います。タイミングよくボタンを押すとブーメランを奪えるみたいなプレイの幅も考えることができそうです。こいつに関しては存在もトリッキーですよね。タートナック、初代からいますが、トワイライトプリンセスの姿が印象的です。ブレスオブザワイルド前編では、いかにも魔物って感じのモンスターしか出てこなかったので、タートナックは登場してほしいところですね。僕はガノンドロフは何らかの方法で若々しい肉体を取り戻して、リンクと一騎打ちをすると思っているのですが、同じ方法で地下に眠る骸骨が肉体を取り戻して、タートナックのように鎧をまとって立ちふさがるみたいなことになってほしいなって思ってます。剣と剣のぶつかり合いはガノンドロフだけじゃ物足りないですよね。ギブド、地下に行くことを考えると間違いなく出てくると思われます。他にもリーパー、テクタイト、アモスなど定番は抑えてくるように思います。続いてキャラクター編。ガノンドロフ、まずこの人なしでは語れないですよね。ちょうど1年くらい前ですかね。続編トレーラーでミイラとして登場して僕たちを驚かせました。ブレスオブザワイルド前編で戦ったガノンは完全体ではないとハイラル図鑑に書いてあります。続編では直接ガノンドロフから薬剤ガノンや魔獣ガノンに変態するんでしょうか。過去作のパターンやファンが望むものとして人型ガノンドロフとの剣での一騎打ちも当たり前に挿入してくると考えられます。謎の民族ゾナウ。ブレスオブザワイルド前編では遺跡くらいしか残っていませんが、続編ではまず間違いなく出ると思います。というか、もしかしたらすでに出てきている可能性もありますよね。実際その姿がどんなものなのかは明かされていませんし、忽然と姿を消したと書いてあるだけで、ブレスオブザワイルド前編に出てきている誰かが世を忍ぶ仮の姿である可能性は十分にあります。伝承に出てくる1万年前の勇者の髪の毛が赤いのも少し引っかかりますよね。それと話は違いますが、コログの実をもらう謎解きの中にマグネキャッチでブロックを動かしてはめるものがあります。あのブロックに書かれているのが渦巻きなんですが、コログ族もゾナウと何かしら関係があるんでしょうか。もしかしたらコログ族がゾナウなんでしょうか。というところまで少し考えてみたものの、コログが謎解きの出題に使っているものって、もともとその場にあったものなんですよね。あのブロックも多分、もともとあの場にあったものなんだと、とりあえずは結論付けました。新しい 4A 血。テバ、ルージュ、ユンボー、シドの4人ですね。これに関しては別の動画でお話ししたので、ここでは割愛します。まだご覧になってない方は動画説明欄からどうぞ。ボックリン、4英傑の項で話した別の動画でお話ししていますので割愛します。インパは多分死んでしまうと思います。全国のインパクラスタの皆さんすみません。この後話します。パーヤ、別の動画でも言いましたが、続編ではパーヤが活躍すると思うので、パーヤを強くするためなのか、覚醒させるためなのか、とにかく物語の都合上、インパはお亡くなりになると思います。ファイ、
スカイウォードソードに登場する女神ハイリアの使いでマスターソードに宿る剣の精霊です。ブレスオブザワイルド本編ではファイのあの音を聞くことができましたね。とても感動しました。わざわざ登場させたからには、ブレスオブザワイルド続編でも出てくる可能性 80%。リガニー、魚鳥村の近く、ヤシの遺跡の前にいる青年です。ヤシの遺跡にとても関心があるらしく、リンクが画像に収めてきた石板の文字を読める人間です。後々一本の動画にしたいと思っていますが、魚鳥村はゾナウと深く関係がありそうで、魚鳥村の住人はゾナウの末裔なんじゃないかという噂もあります。ブレスオブザワイルド続編に大きく関わってきてもおかしくはないですね。ロベリー。全国のロベリークラスターの皆さん、すみません。またですね、この後話します。グラネット。ロベリーの息子であるグラネットが続編では大いに活躍すると思うので、またですが、とにかく物語の都合上、ロベリーはお亡くなりになると思います。パーヤと結ばれる展開もなくはないと思います。デクの木。多分お亡くなりになります。時のオカリナのオマージュですね。でも必ず次の世代へバトンを渡すと思います。プルアは物語に大きく関わってくると思います。ちょっと話は変わりますが、果ての古代研究所の天井には飛行物体っぽいものがあります。続編では海の中を泳げる地下を探検するのがメインなどの噂がありますが、これはワンチャン空も行きそうですよね。今までみたいにトロッコと鉄箱を用意しなくても自由に空を飛べる日が来るのかもしれません。桜田工務店。桜田、桂田、榎田からなる市唐村という村も起こした桜田工務店。続編ではさらに事業の拡大をしていくと思われ、ハイラル各地の復興、再建に大きく貢献していくことと思います。明らかな人手不足も否めないですけど、ブレスオブザワイルド前編では家を安く売ってもらったリンクが資金も資材もいわば恩返しする形で体を張って提供してきました。主にマスターソードを使って今後人を増やしていくにしても社前にのっとり名前の最後がダで終わる人を探さなければいけません。ゼルダもその一人ですけど、これは伏線だったんでしょうか。それは冗談としても、それ以外にも名前がダで終わる人を見つけたので一人紹介します。ジョアダ。ゾーラの里から雷獣山に向かう橋にいるゾーラ族です。もしかしたら桜田工務店に入る、もしくは入っているかもという感じですね。カッシーは何かの伏線っぽい師匠というワードがありましたね。どういう形かは見当もつきませんが、物語に大きく関わってくると思っています。皆さんはどんなモンスターが出てくると思いますか？どんな物語になると思いますか？コメントで聞かせてください。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただき、高評価ボタンをポチッと押してくださると今後の動画制作の励みになりますのでお願いします。これからも考察、解説、実況動画などを投稿していきますので、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。